も、最強無敵の復讐者ちゃんよ。今日も今日と手飽きもせず出撃しちゃうぞ。おっとまたしても標的不明。しかもこれは復讐者3人になりそうね。久々に楽しめそう。ただし1人は初期選択じゃなかったからもしかしたら異物が完璧でない可能性はあるわね。前回はメインの異物構成で出撃していたのだけど今回から少し変更。標的不明時は対ハルモニア用の異物プリセットで出撃することにするわ。メインの方は非ダメージ出血蓄積がついてて血の君主が怖いからね。そのせいで常世マリス異物が通常マリス異物になっちゃってる。ってのは前も言ったかも。まあ通常マリスでもセット可能なだけマシか。さあ行きましょう。奇変はなし。そして DLC 拠点もなし。ハルモニアとストラゲスは除外ね。味方の異物チェック。侵入者バフは私含め2人持ち。1人は獣強化型。ただしそこまで極まってはないわね。もう1人は硫酸気筒型。噂には聞いていたけど実際見るのは初めて。とんでもない火力が見られるのかそれとも3倍化するのか、ドロップ運次第。いやその前に標的の夜の王次第ね。幸い復讐者3人なら何かしらの硫酸気筒は拾えるでしょう。さてとりあえず最初はそこの大教会で全員漁りましょう。お、巨人全員。それに雷のやりつきのやつも。この2つだけでもうほぼ全部の標的対応できるじゃない。幸先がいいわ。万能気筒強化は私だけだし全部取っちゃって問題ない。と思ってたんだけど。どっちかは味方に譲るべきだったわね。硫酸型の方は初期武器変更してないから最初の攻撃手段に困るってのを見落としてた。いきなり狙われにくくなるまで来た。噛みすぎ。もう3日目突入でもいけるわ。嘘だけど。あ、狙われは味方に譲りましょう。私は HP 持ってるからね。さて次は、行動でいいかな。抜けたら南の再起遺跡行く感じでよろ。はいじゃあ恒例の余談タイム早速行きましょうか。まず前回作った梶村マップ。抜け落ちてるところが多々あったから修正したわ。修正したのは砦タイプ4種類。まず無属性。ボス左の家の間に木の宝箱が1つ、家の前に遺体が1つ。完全に見逃してたわ。有識者コメントありがとう。あ、前回は木箱って言ってたけど、あの四角い箱の方と紛らわしいから木の宝箱っていうことにするわね。生属性と地属性はボス一番奥の家の裏にあるやつを見逃してた。こんなとこにあったんだ。初めて知った。ちょうど茂みになっててうまいこと隠されてるわね。最後雷属性。ここの崩れた城壁上にある遺体ね。こんなわかりやすいの見落とさないでよ私。あと単純に孤立遺体を別の属性に変えちゃってたとか細かいミスもあったけどそれも修正。これでおそらくは完全版だと思うけど、また見落としがあったら教えてね。あと最近の標的不明時の出撃でついに梶村漁る機会あったからその話もしましょう。この時は炎梶村ね。まず正面の屋根上。やっぱりちゃんと出たわねよかった。前回のコメントでも報告してくれた人いたけどね。右下区画の3遺体も。こっちも出た。やっぱり村タイプ梶村はあり、ね。さらに同じ出撃で故障にも行ったわ。故障でもちゃんと洗剤が出ることを確認できた。この時は2つ出たわ。でも再起だから検証としてはちょっと良くないかな。まあそのうち普通の故障に行くこともあるでしょう。さて目論見通り行動を抜けた後は再起遺跡。武器強化はできてないけどまあ大丈夫でしょ。アーツも溜まってるしね。復讐者から D いるときはアーツ被らないように少し余途中にあれか、味方が狙われにくくなる持ってたからか今のは。ありがとうダブルアーツ。味方もアーツ誰が切るか様子にしてた感あったわね。2人同時に切らせちゃって申し訳ないけど私がずらせば30秒絶対安全タイムね。何やら騒がしいけど討伐完了。HP 最大時カップ出なかった。よくて消費 FP 軽減か。外れと言わざるを得ない。収縮はマラクね。中央砦が冤罪だからここの発狂ダイヤ H 行きましょ。いつもは1日目中央砦が外れるのはちょっと嫌だけど標的不明なら問題ない。むしろ他の拠点の方が美味しいまであるからね。前回のコメントで中央砦はむしろ洗剤出やすいイメージあるって意見もあったけど、さすがに出やすいはないと思うのよね。過去の標的不明地図情報欠落10回分くらい見直しても1回も出てなかったし。でも南東の塔の上の宝箱とかはたまにしか漁らないから、もしかしたらそういうところで出たりするのかな。
それか他でも出るけどかなり低確率とか。それ以外にも通常の出撃でも宝箱から洗剤出たとか弓棚からも洗剤出たとかコメントもらってたわね。私は見たことないけど低確率なのかな？やっぱりないものはないと証明できないのは困ったところね。まあもし私がそういうのに出会ったらまた動画で言及するわ。あ、今湖崖書とかを華麗に決めたところだけどみんなちゃんと見てた？この書とか、ちょっと前の死の騎士検証動画のおまけで解説したと思うんだけど、あれから少し改良を加えてるわ。まず以前は三角の岩の先端から疾走右ジャンプで登ってた。練習時はこれでほぼ成功してたから問題ないと思ってたんだけど、実戦だとたまに失敗しちゃうのよね。何十回も連続でやる練習とじゃそりゃ違うか。それでまたソロ出撃で試行錯誤してもっと確実な登り方を調べてきた。それがさっきの登り方。まず三角の岩の頂点に乗るところまでは一緒。ここですぐ疾走右ジャンプせずに、疾走解除して正面へジャンプ。三角岩の上にある目立たない小さな足場に乗ることができるわ。あとは適当に右上へジャンプ連打で登板可能。疾走ジャンプより少しだけ時間かかるけどより確実なはずよ。少なくとも私はまだ一回も失敗してない。クルービとロルは普段は雑魚だけど時間かかるとちょっと怖いわね。クルービの強さは敵が使っても同じ。特にトロルは発射地点が高くてかなり広範囲にまき散らしてくるからね。しっかり後ろを取らず、やばい死ぬ。退避全力退避。なんとかセーフ。舐めると全滅する危険がある敵の一体ね。あとこいつは地味に超遠距離攻撃持ってるしね。ガーゴイルとかと同じ獣の方向。ちょっと前に再域でボス起動しちゃってとんでもない目にあったわ。発狂トロル。お前がナンバーワンだ。さてそろそろまた余談行きましょうか。いやむしろ本題？なんと、故障も全パターン宝箱と遺体の位置調査してきたよ。あ、サムネで知ってた？はい。故障は全部で7パターン。発狂、睡眠、腐敗、霊気、で毒が2種。大別して地下が全て洞窟になっているパターンと四角い部屋があるパターンの2つに分けられるわね。まず最初に全体的な印象を言うと、予想してたよりかなり宝箱遺体が多かったわ。雑魚が絡みやすいから遺跡ほど良くはないけど標的不明時地図情報欠落時は全然攻略してもいいのかも。じゃあ洞窟タイプから一つずつ見ていきましょう。最初に睡眠。ボスが格好騎士2体。あ、右側の地下部分は見やすく1枚にするためにちょっと縮尺おかしいところあるけど気にしないでね。書とかの通路とか実際はもっと短いし。さてドロップポイントが固まってるところとしては、外部の左中央あたりに木の宝箱と遺体が合わせて6つもあるわね。鉄宝箱もあるけど、故障外部にある鉄宝箱は大境界にあるのと同じ。高確率で石剣が出るやつね。あれは潜在ドロップしないという説もあるから注意。奥の屋根上にも2つ。地下は少なめだけどボス倒した後の部屋にまた3つ宝箱あるわ。数多いし固まってるしなかなか美味しそう。ただし外部のここは巨大神が居座ってるので注意。潜在あさるなら倒しきるのが無難でしょう。次に毒。毒だけボスも構造も2種類あってそれぞれ違うから注意。洞窟タイプならボスは腐敗の眷属ね。宝箱遺体の配置はさっきの睡眠故障と似てるわね。外部左中央とボス連絡先の部屋。数は睡眠より少なめ。あとは漁りやすいのは外部右下かな。先に言っちゃうけどこの右下の島は他の属性でも遺体が配置されやすいから覚えておくといいわ。内部は妖体腐敗眷属の虫糸が厄介だけど、外部は腐敗眷属は少なめ。右上にしかいないっぽくて他はほぼ腐敗の信徒のみ。比較的安全に漁れるのはいいところかも。次、腐敗属性。ボスは寄付騎士一体。腐敗故障は他の属性とちょっと違っていて、外部の疾走できる足場が少し増えているわ。遺体は増えた足場に設置されてることが多いわね。ここは、かなり美味しい拠点かも。まず外部は右下に3つと左中央に4つ。奥まで回れば宝箱も合わせてさらに6つも漁れるわ。内部もボスルート上すぐ漁れるところに3つ。ボス奥の部屋に3つ。さらに城壁まで出た後の奥の塔に2つ。その先の屋根にも1つ。数も配置も申し分ないわね。雑魚は腐った亡者と腐った野犬。野犬はちょっと厄介だけど亡者はほとんど無害なのが嬉しい。総じて当たり、なんじゃないかな。ボスも弱いし。洞窟タイプ最後は霊気。ボスはレーザリガニね。ご存知だと思うけどここも少し特殊で足を取られる沼が一切なし。移動は一番楽なんだけど、外部はドロップポイント少なめね。左上には潜在落とし熊さんが寝てるから倒せばボスと合わせて確実に2つ潜在いただける。
けど熊は強いからそこまで美味しいというわけではないかな。内部の方はボスルート上に結構ポイントあるから悪くない。でもやっぱり他より数は少ないわね。ボス奥の部屋も一つだけでさらに奥の城壁上にも一切ないし、霊気故障行くならボス直行でルート上のみ漁るだけでもいいのかも。画面の方はまたしてもクルイビトロルと戦闘中。さっきの反省を生かしてここで退避。改めて見ると弾幕の量えげつないわね。3人ともさっきの学習してちゃんと退避してて草だわ。はい、オッケー。じゃあ故障マップの続きに戻りましょうか。今度は内部が部屋タイプ3種類。最初は地。これは、どうかな。数と漁りやすさは標準ぐらい？外部の右下の島、それと部屋の右上隅は忘れず漁りたいわね。地故障の敵は犬と第2世代白金人赤。両方とも厄介だから故障ランキング作るなら下の方かも。次は毒。ボスがクモサソリのパターンね。腐敗眷属の毒故障との見分け方は外部でクモサソリがいるかどうかね。でかいからすぐわかる。これも数は控えめかな。他の属性でもよく配置してあるところにそこそこ配置されてて、あとはボスへのルート上にまばらにある感じ。一番の特徴はここ。ボス倒した後の城壁。をまっすぐ行って柱を登ったところね。クモサソリ倒した後ここの3つ漁ることだけ覚えておけばいいでしょう。ザコもクモサソリで外部にはでかいのもいてちょっと厄介ね。左側は飛行タイプもいるし戦闘は避けられないから諦めてもいいかも。右下は多分気づかれないからここだけ漁るのはあり。最後に発狂属性。ここは偏りが大きいわ。大半が外部に配置されてるわね。左側に5個。右奥側も全部漁れば5個。屋根の上の木の宝箱は見逃しやすいわね。逆に内部はかなり少なめになってるわ。雑魚は闇人と発狂ネズミ。闇人の狂い火が非常に危険ね。幸いにして外部はネズミ中心だから戦術のポイントは危険度低め。美味しい拠点と言えるでしょう。とりあえずこれで以上。実際の問題はこれをどこまで覚えるべきか。ってとこね。全部頭に入れるのが理想だけどそこまでするのはきつい。覚えやすいように取るべきルートをパターン分けしてみましょうか。まず内部に関してはほぼ一本道だから割愛。どのパターンでも目についたものを漁るだけでも良さそう。外部は一周すべきパターンとそれ以外で大きく分けていいかも。ルートはこんな感じ？周囲を見ながら一周すればこれで大体網羅できるわ。潜在候補の数と敵の危険度考えて一周推奨なのは、睡眠、毒、眷属、腐敗、発狂かな。逆に一周推奨じゃないパターン。霊気、地、毒、クモサソリ、ね。数が少なめで敵の危険度が高いからさっさと内部に突入しちゃって良さそう。ただしこの3パターンでもこの右下から中央右のルート、ここを通れば割と安全に2、3個は漁ることができるわ。つまり霊気、地、クモサソリは即突入できれば右下から、それ以外は一周、とりあえずこれだけ覚えておけばいいんじゃないかな。あと覚えておくといいのはボス倒した後の城壁上の宝箱。さっきも言った通りクモサソリの時は3つあるから必ず漁りたい。それ以外でも霊気以外はだいたい1、2個は配置してあるからとりあえず登ってもいいかも。ただしこの柱の上でなくさらに先の通路端に置いてることもあるから、そっちも忘れずにね。というわけでいつの間にかもう1日目夜ね。武器候補は結局最初の大教会で拾った巨人の火をくらえと雷の槍だけ。でも HP 最大時カットアップとパッシブは結構取れたわ。すでに4つも追加洗剤いただいてるから当然ね。やっぱり知ってるのと知らないのでは大違いだわ。現在夜ボス候補確認作業中。溶鉄デーモンだから、グノスターマリスカリゴナメレスね。雷の槍と巨人の火をくらえで全員対処可能。勝ったわ。狙われも不要だし安心安心。そういえば前回また夜ボス絞り込み間違えてたわね。2日目夜ボスがシギレイならリブラかナメレス、エデレは新たなる脅威で出てきた時限定の話ね。私は出撃時サブモニターに息を切り張りして作った逆引き量を表示してそれを見ながら絞ってるんだけど、どうしても後ろについてる新たなる脅威って記述を見落としちゃうわ。というわけで見やすい標的不明瞭逆引き量を作ったわ。今後はこれを見て判別するつもり。新たなる脅威に関してはちょっと息の記述をしっかり理解できてるか不安なんだけど、ミスってたら教えてね、また修正するから。私はモニターだから関係ないんだけど一応スマホで見やすいようなサイズにしたわ。情報自体はただ紙攻略域をまとめただけだから感謝するなら無効にしてね。あとこれは1日目のみの簡易版。2日目夜ボスでさらに絞れるけど、そこで知っても2日目夜の洗剤と3日目の準備ぐらいしか対応できないからね。
まあそれでも知りたいって私みたいな人用に2日目も入れたやつも作ったわ。どっちでもいいけど標的不明時にスマホにでも表示しておくとはかどるかも。あ、はかりを持った商人がいるときはリブラではないってコメントがあったけど、ウィキの情報と食い違ってるから過去の動画遡って調べてみた。そうしたら標的リブラでもはかり商人がいる出撃があったわ。ウィキが合ってるみたいね。他の情報では DLC アップで前だとリブラでなかったみたいな話もあったから、もしかしたら以前はコメント通りだったのかも。ついでに発生イベントはナメレス除外確定らしいんだけど、はかり商人は例外ってのも追検証。やっぱりはかり商人はナメレスでも出る。神攻略ウィキ様いつもありがとうございます。他にミスがあればまたコメントで教えてね。新しい情報を発表した時はいつも後で何かしらのミスが判明する。今回も気持ちは完璧なはずだけどどうせどこかミスってるんでしょうね。知ってる。決最終段階なっちゃったし。久々にこの携帯見たわ。かっこいいから好きだけど、HP の減るスピードやば。成功温存したかったけどさすがに使うか。今回ずっと重装で攻撃してるけど、最終段階まで来れば近接で体勢崩し狙う方がいいみたいね。どうせどこにいてもスリップダメージ食らうし。っていうか完全青状態でも近づくとその分スリップダメージ増えると思ってたわ。苦戦することが少ないからちょっと今まで対策をおろそかにしてたわね。まあムーブ自体が変わるわけじゃないからちゃんと聖杯を温存できてれば問題はないわね。ダックソニの時みたいに青状態だと、ね。トリディレイが実装されてたら強敵だったかも。成功1個使わされたけどまあいいでしょう。この後すぐ村行くしね。お、回避境界いいね。味方がルーン使わないうちに村にピン立てて、と。あでもダイヤ H は美味しいから寄っていきましょう。獅子の根種を瞬殺し適当強化 7%。宝箱からは潜在です。レベルアップしちゃったー。村で買い物するはずだったのに胆石にが音調が成功がなんでいつも使ってしまうのルーン。いつになったらこの武功から卒業できるのよ。自分のためだけに恐るべき強敵倒しに行くのもあれだし潜在出たラッキー。でも今は武器よりパッシブよりルーンが欲しい。仕方ない。適当にここら辺の雑魚買っていくか。とりあえずこれで最低限胆石にを買うルーンは工面できた。成功とタリスマンその他は、諦めるか。でも追加でちょい稼ぎ。無駄な時間。これで成功何個かは買えるかな。まあ実際のところ3日目で FP 切れることなんてそうそうないしね。深き夜だとかなり初期の動画にした1回ぐらいしか覚えてないわ。今回もなんだかんだできっと大丈夫でしょ。さてとりあえず最優先の胆石に勝ってポーチ買っちゃったー。いつもの癖で成功買えないのにポーチ買っても何の意味もないじゃない。私ってもしかしてバカなのか？いやそんなはずはない。自分が最強無敵博学多式頭脳明晰純情可憐であることは理解してるわ。切り替えて次向かいましょう。境界巡礼からの再域大境界ね。じゃあここらで余談パート2でもしようかな。いやもうパート何かわからないぐらい余談ばっかりしてるんだけど。なんと大境界の全パターン宝箱痛いマップも作っちゃったわ。さすがに頑張りすぎ？暇な女だと思われるじゃない。私のことはリムベルドの伊能忠敬と呼んでくれてもいいわ。早速見ていきましょう。大境界は4パターン。無属性霊廟、炎、無属性ガジゴ、聖。構造は2種類。でここら辺はさすがにはしょっていいか。一つだけ注意すべき点は構造によって向きが変わることね。霊廟と炎タイプはこっちが正面。ガジゴと聖タイプはこっちが正面になってるわ。ちょうど90度回転させた形。意外と知らない人いるかも。私も意識したのは発売後結構経ってからだったし。個別に見ていく前に先結論言っちゃうけど。はっきり言って全く覚える必要はないわ。大方の予想通りアサリポイントの数も少ないしアクセスも悪い。まあそれでも知っておけば最後収縮前に他に行くところなくなった時とかに役立つかもしれない。よね？そう信じてとりあえず1個ずつ見ていきましょう。まず霊廟騎士パターン。こっちはご存知の通り地下ありね。2回は申し訳程度。前回も言った通り地下ありパターンだと私は地下奥の2箇所を漁ることにしてる。でも鉄宝箱横の遺体も漁ってもいいかもしれないわね。近く通るなら。
2階はないかな。離れた2箇所のためにわざわざ時間かけて登る意味は薄い。雑魚もいるし。でもそう言い切ってしまっていいか迷う心もあるのよね。拠点のドロップ潜在って毎回出る数事前に決まってるんじゃないかって思うことがあるのよ。再起になった時の罪人出現数みたいに遺跡やダイヤ H、故障は2個、大教会とか小鳥では1個。とか。遺跡だと毎回2つ出るし、ダイヤ H もほとんど漁り尽くした時でも2個以上出た経験がないのよね。そうだとすると潜在2個出た時点でそれ以上漁る意味は薄いし、まだ1つも出てないなら残りのポイントから出やすくなったり、するのかな？わからん。仮にそれが真実だとすれば宝箱や遺体が多い拠点より、むしろ少ない拠点の方が当たりってことになっちゃうんだけど、これに関しては全く確信も何もないからみんなのコメントと今後の出撃次第ね。じゃあ大教会マップの続き。次は炎。こっちはだいぶ右側に2個、割と近いからこれは漁っちゃっていいのかも。雑魚はいるけど。地下と2階は0秒騎士パターンと同じね。じゃあ次が事後拠点。こっちタイプは地下がない代わりに2階が広め。復讐者だと全員だな漁るためにたまに2階行くけど、使わない人なら全く行ったことない人もいそう。1階は1箇所のみだけど、2階に4箇所もあるのね。これは知らなかった。でもどのポイントもちゃんと雑魚が何匹かいるからやっぱり美味しいって言えるほどじゃないかな。最後に生属性拠点。こっちもガジゴ拠点と似たようなものね。そっちよりかは雑魚が倒しやすいけど1話よりばらけ気味。もうコメントすることないかも。一応大教会の遺体でも潜在がちゃんと出ることは確認してるから、やっぱ他に行くところないとき漁ればいいんじゃない？知らんけど。今回さすがに色々詰め込みすぎたかな。前も言ったけど別に検証が好きなわけではないんだからね。欲しい情報が見つからないからしょうがなくソロ出撃してるだけなんだからね。自分の効率追求のためにやってるだけでついでにお裾分けしてあげてるだけなんだからそんなことよりかも発見。また来たわねこの時が。もう一人もほらいそうで、乗るしかないわよこのビッグウェーブに。早くしないと終わっちゃうよ。来た。これぞ聖なるヒールトライアングル。人気は当然何もできず退場。久々だけどやっぱり気持ちいいわね。復讐者3人が一番輝く瞬間ね。さて、検証は終わったと思った？なんとまだあるわ。前回セバスチャンがリブラの魔法陣でワンパンされた件。結局多段ヒットによるもので結論付けたんだけど気になるコメントがあったわ。セバスチャンが手を伸ばしてるために2つの魔法陣がヒットしたという説。確かに動画を見返すとなくはなさそうだけど重要なのは後半部分。セバスは死に生きるものだから成立に弱い？そんなこと考えたことなかった。でも確かにデザイン元がそもそもテビアが召喚する大骸骨だし、おかしくはないか。むしろ自然。でも成立弱点かどうかどうやって検証したらいいのよ。そんな都合よく成立使ってくる敵なんて。いました。使ってくる敵がいないならこっちが使えばいいのよ。奇跡的に成立属性の聖なる刃を初期武器付与する異物は、小壺承認で500マークで購入可能。こっちのデータでもすぐ検証できるわ。さあかかってきなさい追跡者。貴様が検証したかろうが私は全力で殺しに行くわ。ははは貴様 FP 切れて生を諦めたか。やはり私が最強。全力を出した私にかなうものなし。何回来ても同じよ。返り討ちにしてやるわ。はははは、やはり我こそ最強無敵。私を倒したいならエオリカセネサクスでも連れてくることね。茶番はこの辺にしておきましょう。レベル6追跡者の聖なる刃後ハーテで実際に出た数字がこれ。やっぱりセバスチャンは死に生きるもの。成立属性が特攻ね。成立特攻は2倍だから、加えてさらに静弱点も持ってるようね。マルタ基準なら 1.1 倍程度だけど。ヘレンやフレデリックもアンデッドっぽいけど実際は関係ないってことね。デザイン元の故障やカボチャカブトのデータが流用されてるのかな？知らんけど。これはいい検証ができた。まあ検証終わった後にコメントで全く同じ検証をしてた有識者がいたことに気づいたんだけどね。無駄検証。いや追証追試は研究でも重要だから。この話はやめ、終了、ここでおしまい。検証なんかより目の前の出撃に目を向けましょうよ。検証はあくまでおまけ。みんなは最強無敵たる私の華麗な活躍を見に来ているのだから。そうだよね。一応2日目を振り返ってみるけど特に期待集めに進展はなかったわね。しょうもないパッシブばっか溜まっていってるわ。ま
まあでも標的は負のマリカリナね。もう武器は揃ってるし心配はしてないけどね。また残念期待。まあ状態異常耐性はまだマシな方か。そういえば同じ洗剤でもボスじゃない敵から出るやつは選択肢2枠なのよね。ドロップ洗剤はちゃんと3枠あるからその点でもやはり標的不明時地図情報欠落時は中央砦の優先度下がるわね。なんだかんだでほぼ毎回攻略しちゃってるんだけどね。アクセスがいいから。ただれた呪霊と戦う時に炎属性気筒を使うかは状況次第ね。今回は巨人全員がまだアンコモンだから重装を選択。ただれた呪霊は物理耐性0で炎耐性はマイナス20%。それぐらいの違いならレアの重装を使った方がいいわね。重装の方が SP 効率2倍ぐらい高いし。最初から巨人の火をくらいだと SP 満タンからでも大体 SP 切れしちゃうわ。それぐらい巨人の火をくらいの SP 効率は悪いからね。一応同であり自動耐性なら重装より巨人の火をくらいの方が DPS 高いから SP 大丈夫そうならすぐ切り替えていいけどね。同じ炎弱点でも黄金樹の化身の方なら話は別。あれは耐性が物理 10% で炎マイナス 40% だからアンコモンであっても炎気筒推奨ね。またしょうもな洗剤。収縮は北西端。最後また発狂ダイヤ H で宝箱漁りましょうか。今回発狂トロルばっかりね。あ、今思い出したけど2日目道中もう一つ楽しいイベントあったわね。獅子の根種相手にトリプルジャイアントフレーム。別に重装でもよかったけど味方2人に合わせたわ。これも大切な思い出、青春の1ページね。まあでも巨人の火をくらいなら獅子の根種をひるませられるから普段でも悪くはない選択かな。ダイヤ H 前に老七を別殺。こいつも巨人の火でひるむからそっちでもよかったわね。というか巨人の火をくらいはひるませ性能最強だからね。アーツ以外ではトップのダメージレベル5。だから FP 効率の悪さも致し方なし。でもできればひるませよりダメージ高い方が嬉しいです。お、痛いから洗剤1つ目。トロル倒してからゆっくり漁りましょう。タイムアップ。今回は追加洗剤は1つだけか。あ、これはトロルの洗剤ね。もはや1つ出ただけでは少ないとすら感じるようになってきたわね。さて2日目夜ボスは竜釣りがと愉快な仲間たち。となると標的の夜の王は、さっきの表を使いましょうか。竜釣りがはここ。候補はグノスターカリゴナメレスね。1日目の溶鉄デーモンの候補はグノカリマリナね。合わせると最終候補はグノスターかカリゴかナメレス。3つ残るのは珍しいわ。大体はナメレスとの2択にまで絞れるんだけど。でもマリスがなくなったのは朗報ね。最悪雷の槍は捨ててもいい。その攻撃って、とっさにロリかジャンプか迷った末何もできなかった。ジャンプでかわせそうな見た目だけどどうなんだっけ。大昔にはちゃんと検証したはずなのに忘れちゃったな。この後エルデンリング本編で試してみたら普通にジャンプ回避不可だったわ。ジャンプ回避できる固有のやつと見た目はほぼ一緒なのに。一斉突撃後の新技、接近叩きつけは大竜装が盾になった瞬間取りね。もはや今更すぎる誰と解説だけど。謎に時間かかったけど討伐完了。グノカリナメちゃんなら洗剤は、まあ普通に HP15% ね。結局2日目夜ボスで絞り込んでもあんまり実益はない。いや実益がないなんてことはないわ。今回は胆石2を3日目持ち越し。マリスが消えてないと雷の槍か巨人の火をくらえどっち強化すべきか迷っちゃうものね。まあマリス消えてなくても巨人全員強化だったろうけどね。これは味方へのアピールね。敵は炎弱点濃厚だよっていう。こんなので伝わるとは思ってないけど。おこぼれももらえず結局成功は4つだけ。本当に大丈夫よね。巨人の火をくらえの FP 効率の悪さが気になる。いざとなればグノスターカリゴでも重装に切り替えるまである？でも味方は結構武器充実してるわ。いつの間にか遊園も拾えてるしやっぱ問題ないか。余ってる狂いびくれとは言えない。まさか村行ったのに成功一つも変えてない貧乏人がいるとは味方も思わないでしょうしね。霧も人影もなし。グノスターね。そしてそこよ。まあ問題ないでしょう。
安全圏から攻撃できるのが巨人の火をくらいのいいところ。もはや狂い火とか火を焼き尽くせより総合的に見れば部の特攻まであるかもね。もう一発。コードがあればさらに射程距離アップ。爆発範囲も広いから適当に投げても当たるし本当に使いやすい一投だわ。さてここから本番。開幕はいつものようにアニムスに巨人の火を食らわしてるけど、今回は成功4つしかないから、大幅ダメカット中の開幕は攻撃しない方が良かったまであるかも。もう遅いけど、これで残り3つ。流れで私はボルキス担当になったみたいね。別にどっちでもいいけど。FP が不安だからできる限り貯めて撃ちましょう。お、遊園やってるわね。なかなかの削りじゃない。走行中は小さい飛び道具は反射されるけど巨人の火は飛び道具台。コメントで教えてもらったわ。飛び道具に大小の概念があるの知らなかった。ボルキスの穴を掘るはトラウマなので全力で距離取ります。こうなるからね。最強な私の47連勝を阻止したその攻撃に最強ここは、ベベベベに攻中。アップなかった。完全に気を抜いてたわ。そうだった。そもそも私は部の担当ホル担当とかじゃない。常にアニムス担当であれ。そうおばあちゃんに教えられたのだったわ。今のは失態ね。でももう二度とアニムスから目を離さないから。ボルキスももうすぐ削りきれる。アニムスが遠くにいるときは目を離してはダメだけど近くにいれば大丈夫。音で判断可能だけ。ボルキス突進してる。この場合ボルキスと垂直にダッシュで一旦ベニ甲虫避けに専念。ボルキスターン後はちゃんとカメラ向けてジャンプタイミングを測りましょう。スタミナの問題があるから疾走より普通のダッシュがおすすめね。最後の特大甲虫もダッシュジャンプ連打で避けられるわ。ダッシュジャンプはさらに大きなメリットもある。視界外からの部のスターの降壇をジャンプ連打でほぼ避けられるという点ね。ベニ甲虫とボルキス突進で部のスターにカメラ向ける余裕がないときはとりあえずダッシュジャンプ連打でお祈りしてるわね私は。さて成功はもう残り2つ。アニムスの HP 考えると、ちょっとやばいか？ここは一旦重装に切り替えましょうか。耐性を加味してもこっちの方が FP 効率いいはず。よしナイス。無駄に一発撃っちゃったけど、アニムスには当然巨人の火で、そもそも重装当たらないしね。なかなかいい削り。FP の方はもっといい削りだけど、遊園がいいダメージ出てるわね。削りづらい憑依形態。あだだ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 だ。ちょっといつの間に部のスターが、遊園か巨人の火の後の煙だと思ったらドッキリだった。さすが部のホルの頭脳担当だわ。知らんけど。どうせ憑依中に攻撃してもダメージ出ないしのんびりぬくもりましょ。成功は残り1個。非常にまずいです。まあ最悪全部味方任せでなんとかなるか。憑依ボルキス最後の大技は方向に合わせて接近。衝撃波はジャンプ。もう1回ジャンプ。2回目のジャンプは本当はいらないんだけど、ちょっとでも正面からずれると食らっちゃうからね。やり時ってものよ。そして憑依終了後のアニムスはボルキスがパタッと倒れて大体6、7秒後に出現。解除後の攻撃猶予は少ないからある程度タイミング覚えておくと攻撃当てやすいわ。特に祈祷とか発動が遅いからね。よしこれならアニムス殴りに行けそうね。くらえ、巨人の火を。もう一発。外しちゃったー。貴重な FP が最後の成功使いまーす。アニムスの HP は残り5割弱。絶対足りない。本当に味方任せが現時はわわわわ。任せたい味方がいなくなっちゃったんですけど。この場合は、いやあれね。復讐者ちゃんの最強無敵戦術その27を使いましょう。こんなケースも全て想定済み。一切動揺すらしてないわ。胸のあたりがドクドクしてるのは気のせいだし手に汗もかいてない。人形だから。ここはとにかく後ろ疾走。可能な限り距離を取る。味方のことは一旦忘れましょう。幸い3体の位置が近め、これならうまいことできそう。お分かりかしら？前回のベニ甲虫からすでに2分程度経過している。にもかかわらず次なるベニ甲虫は来ない。ベニ甲虫は本来アニムスがフリーの時は1分強ぐらいごとに撃ってくるはずなのに、その答えとは、
アニムスは敵がある程度近くにいなければ紅甲虫を撃たない。ということね。そしてグノフォルアニムス3体とも、失踪でガン逃げすればあちらの攻撃は一切届かない。永遠に逃げ回ることが可能よ。つまり安全にアーツを満タンまで貯めることができる。味方3ゲージ2人落ちでもアーツ救助可能キャラならこれでいつでも立て直しできるということね。まあでも今回はアーツ使うまでもないかな。セバスチャン、GO。結構前から披露したかったけどようやく発表することができたわ。これで常世グノスターの全体勝率が大きく上がる。はずね。味方が近くで復活したから紅甲虫の条件がクリアされたわね。ターゲットはおそらく私になるでしょう。幸いフォルティスが地面に潜ってくれそうだから何の心配もいらないわね。この距離だとアニムス殴るのはちょっと難しいかな。フォルティス先行もあるしここは距離取って様子見ね。距離取れば紅甲虫撃たれないっていうのは結構前にソロでやった時気づいたわ。この時はだいたい8分程度、3体とも一切攻撃動作に入ることなく逃げ続けてたみたいね。そこまでやる必要はないと思うんだけど。味方落ちてるけど向こうは行きたくないな。でもアーツあるしとりあえず救助行くか。おナイスアーツ。またアーツ温存できた。余剰ゲージ分がもったいないけど気にしたら負けよ。あ、今度こそアーツ切りに行くぞ。全然近づけません。挟み撃ちはまずいっす。グノフォルと戯れてる間に味方が救助してくれたわ。ようやっとる。さっきから全然アニムスを削れてないのが心配ね。巨人の火の無駄打ちはしてないからまだ FP はあるけど。よし今回はいける。グノフォルの遠いし絶好のチャンス。もうこれで終わってもいい。だから、ありったけを。2発目。3発目。ごめん、4発目いけたかもだけどひよっちゃった。さっき1発外しちゃったのが尾引いてるわ。次。殴れるか微妙な距離。フォルティス先行中なのが怖い。あ、そっちから出てきたか。頑張ればいけたけど今回は仕方ない。次。アニムスの近くをキープできてる。ただしアニムスに近いほどランダムの甲虫が多くなるからより注意が必要。特大甲虫のタゲも来やすいけどこれなら大丈夫ね。フォルティスが近づいてるからガン殴りはできないか。ここは一発で我慢しましょう。あ、そっち狙い？だったらもう一発入れれたわねもったいない。いやもう多分あと2発ぐらいしか撃てないし当てることはないか。最後の2発は確実に当てるわ。また近めで紅甲虫ステップ。タゲ来たけどこれなら攻撃にも参加できそう。遊園ちゃんが頑張ってるわ。私も稼い。一発ずつだけだけど着実にダメージ蓄積していってるわね。これで弾丸は1発のみ。次で使い切って残りは味方に任せるかぶってチペチするかガン逃げするかね。あでもフォルティス削りきれそうね。ナイス。よしここで吐き出して終わらせましょう。食らいなさい。これが最後の巨人の日。あとは、ブレイブで全員で殴っちゃった。最後の最後にノルマ達成の両手持ち切り替えミス。いやそれ以前にもしてたけど、そんなことよりやったー。イエイ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 イエーイ。FP ちょうど使い切って撃破。計算通りね。ありがとうもう二人の私。またリムベルドで会いましょう。さて今回も華麗にして完璧な勝利。というわけでもないか。一番最初アニムス監視を怠って危うく紅甲虫にやられるところだったし。買い物ミスに関してはもはや言うまでもなし。祝福通るとレベル上げするのが体に染みつきすぎてるのよね。村に行く予定があるときは道中とにかく祝福でルーン使うな祝福でルーン使うな祝福でルーン使うな。って頭の中で唱え続けるようにするわ今後は。では今回もご視聴感謝。また見てね。